ついに始まった次世代機戦争。2機種に先行して発売された Wii U だが、翌年から暗雲が徐々に立ち込める。SCE は2度目の債務超過に追い込まれ、マイクロソフトはアメリカでの販売戦略をミスって苦境に立たされる。その隙にちっこいゲーム機2つが戦いを挑むもあえなく敗北。そしてついにプレイステーション4と Xbox One が登場。これで一通り次世代機が出揃ったのであった。こちらは PS4、鳴り物入りでデビューしたハイが、その後の普及はなかなか進まない。2014年の販売台数は92番台と、半年で250番台売った PS2 や Wii よりかなり見劣りし、PS3 とどっこいといったところ。憤る PS4 だが、原因は明確。日本で一番ゲームの売れない2月発売というのもあるが、PS3 との互換がないことでユーザーは意向を渋り、ソフト会社が PS3 と4に同じソフトを出してしまったからである。だからといって、PS4 に今更 PS3 の互換をつけた製品を出してしまえば、コストが跳ね上がってしまうこと間違いない。そこで SCE は考えた。この前出てきた G クラスターは、動画時間を1分半も使って盛大に自爆したが、本体でゲームの処理をしないでゲームができる、世界初のクラウドゲームというコンセプト自体は、あながち間違ったものではなかった。これを使えば、PS4 本体をいじったりせずとも、PS3 のゲームが遊べるようにできるのではないか？さらに親会社のソニーは家電企業、ブルーレイレコーダーやスマートフォンにもサービスを提供することができるのだ。これでいこう。というわけでクラウドゲーミングサービス、プレイステーションナウが発表された。しかしこれだけでは終わらない。最近にわかに注目を集めていた最新技術で作られたゲームがあるという噂を聞きつけ、そこで目にしたものは、バーチャルリアリティという、どこかで見たようなゴーグルを身につけ、ゲームの世界が視界一面に広がるという、画期的なものだった。これを採用すれば、任天堂も打ち負かすことのできると踏んだ SCE は、先ほどの発表の2ヶ月後に試作機を展示したりしたが、現在の PS4 では性能が全く足りていない。どうすれば PS4 で VR が動かせるようになるだろうか。こちらは任天堂。携帯機の 3DS とは対照的に、据え置き機の Wii U がソフト不足に苦しんでいる。その原因は Wii U ゲームパッド。このコントローラー、巨大な画面をつけたまではいいのだが、ソフトを作るときにテレビの画面とコントローラーの画面の両方とを作らなければいけないため、一説によると、Wii U では他のハードと比べて、ソフト開発に2倍もの手間がかかると言われている。どうにかして、持ち味をうまく活かさなければ。そこで注目されたのが NFC という、対応したものをタッチするだけで情報を読み取れる機能だ。任天堂はこの機能を活かした新兵器を開発しているが、同時発売ソフトの開発が遅れているらしい。果たして、年末商戦に間に合うのだろうか。ついに次世代機が揃って初めての年末商戦がやってきた。ここから3社の三つどもえ戦が、幕を開けるのである。まず最初に仕掛けたのは Xbox One。マイクロソフト屈指の人気作、フォルツァ最新作で PS 軍団に挑む。そこに立っていたのは PS4 ではなく 3。PS3 もソフトの貯蓄があるとはいえ旧世代機、攻撃をもろに食らってしまう。しかし攻撃したからには反撃が返ってくるのが起きて、かつての箱丸ソフト、アイドルマスター新作で反撃。早速やられてしまった Xbox One、すぐさま本国に支援を要請するも、やっぱりダメ。今年出たソフト数が39本と、知名度では他ハードと張り合えずとも、ソフト数では Wii U と張り合えてますと言わんばかりの少なさ。この時点で知名度、シェアともに蚊帳の外、覇権争いからはリタイアを余儀なくされる。続いて立ち上がったのは任天堂。今まで幾度となく任天堂を救ってきた、スマブラ最新作がついに完成。さらにダメ押しの新兵器、この一見人形のようなものはアミーボ、なんとこれをコントローラーにかざすだけで、キャラクターがゲームに登場するというもの。Wii U の攻撃が、いまいち。いくらスマブラが売れても、そのジャンルは対戦格闘ゲーム、一人用ゲームの充実している PS のシェアを奪うことはできない。し
かし PS4 も、PS3 からの移行でつまずいたために、調子が出ていない。しかし裏を返せば PS3 もまだ現役ということ。なんと今年の PS3 のソフト数は PS4 も上回る102タイトル。3と4の両方で出ている龍が如く最新作を主力に連携攻撃。ソフト数の少なさが災いし直撃。この年のソフト数は24本と前年よりさらに減少してしまう。2014年は、どのハードもいまいち調子の出ない1年となった。時は2015年に突入。この年、SCE のクラウドゲームサービス、プレイステーション Now のベータ版が、サービス開始されることになった。先に行われていたアメリカでの評判はなかなか上々。しかし、こんな状況に、怒りを燃やすゲーム機があった、G クラスター。なんだこの捏造記事は。クラウドゲームといえば、G クラスターだったではないか。PS ごときにクラウドゲームは30年早い、東京にこもってテープレコーダーでも作ってろ。と、でかいフラグを立てたはいいものの、前回の敗北で内心をじけづいてしまってる G クラスター。こんな時、応援してくれる誰かがいれば、G クラスターも頑張れるのに。というわけで視聴者参加型企画に入ります。頑張れ、とコメントして、G クラスターを応援してください。G クラスターの今後は、視聴者の応援にかかっています。コメントの受付を終了しました。応援してくれるコメントがあるからには、引き下がるわけにはいかない。なんと G クラスターは大幅な値下げを決行。まだまだ。いいやもっとだ、これでどうだ。確かにこの価格なら勝てるが、こんな価格設定では会社が持たない。PS と心中する構えのようだ。会社の命をかけて、今、捨て身の特攻を開始するも。全然聞いていない。むしろ返り討ちにされる始末。さすがに PS ブランドには勝てなかった。こちらは、G クラスターのサービスを提供する、G クラスターグローバル。サーバーの維持費がバカにならないクラウドゲーム事業での、まさかの大失敗。親会社の体力で債務超過状態でも事業を継続できる SCE とは違い。こちらはもう、残機がなくなってしまったようだ。会社は潰れてしまったが、発売して数年のゲーム機が漬物石になってしまうのはさすがにまずいので、仕方なく親会社の別の子会社へ事業譲渡され、今も細々と運営が続けられている。こちらは、ついに後がなくなった任天堂。長らく戦線を支えてきた Wii は Wi-Fi サポートが終了されて引退し、3DS もビータや第三勢力に押され、とても援護を期待できる状態ではない。なんとしてでも Wii U を立て直さなければ、任天堂に明日はないのだ。親会社のバックのある SCE や一部の論外のように、体力の消耗するクラウドゲーミングサービスを提供することもできない。ソフト開発も進行中とはいえ、勢いを盛り返すほどの化け物ソフトは基本的にそうそう出てこない。そして相手の戦場に赴いていたのは、なんと PS3、Wii U なんぞのポンコツ相手なら、PS3 で十分だと言わんばかりの様子。Wii U、絶体絶命の大ピンチ。いや、まだだ、まだ諦めない。任天堂は、過去に似たようなピンチを乗り越えたことが、一度だけあったはずだ。これだ。PS3 の攻撃、任天堂の最後の望みは、とてもあっけなく幕を閉じた。かに見えた。なんとそこに倒れていたのは、PS3 の姿だった。これはどう考えてもおかしい。Wii U に破門、戦う力は残っていないはずだ。Wii U が突然押し返した理由、それこそが、スーパーマリオメーカー。ゲームパッドを最大限に活かしたタッチでマリオのコースが作れるという新しさが受け、ミリオンヒットを記録する。PS3 が撃沈したという話は、すぐに SCE へと伝わった。しかし、まだ慌てることはない。PS3 はプレイステーション軍団の中では最弱。さらに PS4 への移行が進むので、Wii U は攻撃を当てるどころか、逆に敵を強くさせただけ。さらに PS4 の新型を発売、これは消費電力の低下などの小幅な改良にとどまったが、Wii U を倒すには十分。Wii U、プレイステーション4、最終決戦の火蓋が今、切って落とされた。ついに戦場に立った新型 PS4。その自信の理由は、もちろんプレイステーション Now ではなく、やはりソフト会社のソフト。プレイステーション Now は、ソフトの買い切りができないことや、定額料金がお高かったことで、なかなか契約者数を増やせずにいた。しかしソフト数ではこちらが圧倒的有利に立っている。今の Wii U は、マリオがまぐれヒットしただけのゴミくず同然。この攻撃で、全て終わらせてやる。しかし Wii U も、相手の攻撃をただ待っていたわけではない。
なんと PS4 の弱点分析に努め、弱点を発見したというのだ。なんと PS4 は、PS3 で無料だったオンライン対戦が、有料になってしまっているのだ。もちろん Wii U なら無料でできる。そしてその弱点を突く Wii U 史上最強ソフトを、手配しておいたのだ。スプラトゥーン。今までの TPS とは一線を画す鮮やかな世界観が発売前から話題になり、Wii U 最大のヒットソフトとなった。しかしこの年のソフト数は23本と全く足りず、ソフト面で張り合うことはできない。ファミコン時代から続くいつもの絶対法則に従えば、Wii U には勝機はない。それでもだ、今ここで戦わなければ、天国の元社長に、顔向けすることなんてできない。PS4 の相手は開発中の次世代機、NX に任せ、Wii U はその足がかりを作るのが使命なのだ。PS4 は、本来得意としていた一人用ゲーマー向けタイトルが Wii U 側に出てしまいダメージを受けたものの、PS3 からの移行が進み、Wii U に大きなダメージを与えることができた。Wii U は、PS4 にソフト数で大差をつけられ、性能面もあって大きなダメージを受けてしまったが、初めてまともに PS4 に攻撃が通じ、この年だけでミリオンソフトを2本輩出したことで、任天堂を黒字に持っていくことができた。こうして、激動の2015年は、幕を閉じたのであった。こちらは任天堂。次世代機、NX の開発を進めているが、なんとその次世代機は、携帯モードと据え置きモードの2つの携帯を持ったゲーム機らしい。しかし携帯もできるとなれば、性能が下がってしまい、このままでは Wii U の二の舞になってしまうのではないか。そんな悩む任天堂の前に、ある会社が現れた。NVIDIA、パソコン向けグラフィックカードの世界シェア1位の大企業だ。なんと次世代機向けに、最新のグラフィックチップを提供する用意ができているという。これを搭載すれば、任天堂次世代機にふさわしい性能が獲得できるだろう。しかしなぜこんな大企業が、花札やなんぞのゲーム機に協力するというのか。実は前回の次世代機シーズンの際にゲーム機メーカーたちにチップを採用してもらおうとしたが、当時の製品の評判が非常に悪く、取り合ってもらえなかった。仕方ないので自分でゲーム機を作ってみたら、全く売れずに大爆死。つまりこれは、NVIDIA にとっても、ゲーム機に自社のチップを使ってもらう、絶好のチャンスだったのだ。こうして任天堂は、NVIDIA にチップを提供してもらう約束を取り付け、開発を進めるのであった。こちらは SCE 改め社名変更した SIE、ライバルに対抗して、また新機種を開発したようだ。それも2つ。1つはプレイステーション4、スリム。性能はそのままに価格が1万円下がり、小型化、消費電力の削減に成功。そしてこっちが本命、プレイステーション4、プロ。スペックが大幅に上昇し、テレビが対応していれば、さらなる高解像度 4K や、画面が鮮やかになる HDR のゲームを楽しむことができる。それでいて値段は44,800円とゲーム機にしてはお高いが、コストパフォーマンスの良さを武器に、パソコンに勝負を挑む構えだ。そしてその高性能を活かした周辺機器が、ついに発表された。プレイステーション、VR。当時一部のアミューズメント施設でしか味わえなかったバーチャルリアリティな体験をご家庭でも楽しめる。内部には有機 EL モニターが付いており、ぬるぬる画面で課題だった VR 酔いを抑えている。でもお高いんでしょう？という不満の声にお答えして、お値段なんと。高いぞ。周辺機器で4万は高すぎ。VR 機器としては安いというのは、コンシューマーでは通用しない。しかし、プレイステーション VR の受難はこれだけではなかったことを、この時浜田、知る由もなかった。